どんどん金額が増えていって、で結果、10億ぐらい借り入れが合計したらできてしまったので、気をつけなきゃいけないのはプライシングだと思うんですけどね。簡単に値段変えられないんですよね。もちろんやるからには日本一の引っ越し会社になりたいと。本社長、今回もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今回なんですけど、社長塾の時にちょっとお伺いしたんですけど、10億円のデッドファイナンスを行われていたっていうところで、それについてお伺いできればなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。昔やっぱりキャッシュがちょっとなくなりそうだった時に、なくなりそうになってから動くと結構大変な経験もしたんですね。なのでいい時というかに準備しておこうと思って、年商が10億超えたぐらいの時から、いろんな銀行にアプローチして、取引がやっぱり新規で始めると結構長いスパンかかったりしますし、必要になってからそれをやってるとやっぱり間に合わないこともいろんな銀行に声かけて、で取引を開始する中で、当然取引開始するってなると融資っていう話になるので、なので少ない金額でもいいので、一旦話をしてちょこちょこ融資をもらうようになりましたと。やりだしたらちょうどタイミングも良かったし、弊社も業歴と業績と、業種的にも結構意外と借りやすかったんですね、当時。あ、そうなんですね。はい。なのでそれを重ねるうちに、どんどん金額が増えていって、でたまに大きく貸してくれる銀行さんなんかもあって、で結果、10億ぐらい借り入れが合計したらできてしまったのでっていう形なんですけど、結果思ったのは、借金ってねあんまり良くないみたいなイメージも持たれてる方も多いですけど、僕はそうではないと思っていて、仮に10億円借りて金利が 1%、2% とかっていう話だと思うんですけど、年間でだいたい返済で2億ぐらいと金利で1000万か2000万ぐらい払うとしても、それだけのキャッシュを持っていると、基本的に何かあってもすぐどうのこうのなることはないですし、余裕がやっぱりあるというか、実際そのぐらい借りてった中で、じゃあ投資していこうという話で、結構拠点開設とか、その当時は東京圏内でやっていって、当然キャッシュに余裕があるので、かなり支店を開設していきながらいろんな施策を打っていって、結果その分やっぱり売り上げが上がっていったと。で実際やっぱり大きなコロナが来たっていう時に、やっぱ来たかと。想像以上にちょっとコロナ大変でしたけど、でもこういう不景気が来た時のために、そのデッドを積んでいたので、今勝負しないでどこで勝負すると、実際はちょっとビビりながらもありましたけど、名古屋、福岡、札幌とか、その後広島、仙台とかっていうのをもう開設していったんですよね。とにかくこのでも全国の展開っていうところでは、キャッシュの余裕と、心理的余裕が少し生まれたからこそ、できたことだなと思うので、やっぱ個人とかだとやっぱりその借金って良くないみたいなイメージとかあると思うんですけど、会社でいうとその悪い意味の借金とかじゃなくても、事業投資であったり、その何かあった時に耐えれるぐらいの資金を余裕を作るために借りていたみたいな感じなんです。そうですね。だから会社の借金も個人の借金も僕からすれば同じだと思うんですけど、足りないから借りるっていうのはマイナス要因というか、あんまり良くないですよね。それどっから返すのそうですね。話になるんですけど、お金を得てそれを使って、さらにそのじゃあ収入だったりとかを伸ばそうっていうことに関しては全然やっていいことだと思うんですよね。だから個人においても大学の奨学金とかもある意味近いなって。そうですね。別に足りないから借りるわけではなくて、自分への投資のために借りて大学へ行って勉強して、でその投資があったからじゃあこういう会社に入ってこういうふうに稼げるようになってみたいなのが本来だと思うんですよね。それと同じことなんで、分かりやすく言ったらやっぱり悪い借金良い借金みたいな話だと思うんで、僕からやっぱすると10億円ってもう考えられないぐらいの規模の金額感で、それを実際にじゃあ投資目的とかでも融資を受けてるっていう時のどういう心境とかってあります？そんなに特別なことはなくて、結局1億借金したら中小企業だと、社長の個人保証がつくじゃないですか。でも個人でじゃあ例えば会社潰れて返せる金額っていくらだかっていう話になった時に、相当ハイスペックな方じゃないとなかなか1億って返せないじゃないですか。そうですね。誰かが言ってたんですけど、1億借金したらもう1億も3億も5億も10億も一緒だと。1億だろうとそれが10億だろうと、会社もなくなっちゃったら難しいから、もう会社頑張るしかないと。結構それはずっと覚えていて、確かにそうだなと思って、例えば最初に1000万2000万借りるときって、なんとか個人で頑張ったら全然返せると
いう金額ですし、もしかしたら1億円も長いスパンかけて働けば返せる金額ですけど、それを超えた時にはもうあんまり変わらないって言ったら失礼ですけど、そもそも実感もないじゃないですか。そんなにドギマギすることはもうなかったですけどね。あと1個全然話変わりますけど気をつけなきゃいけないのはプライシングだと思うんですけどね。マーケティングの中にプライシングも含まれると思うんですけど、やっぱり後から値段を変えるって結構大変な場合があるんですよね。なるほど。だから 2B なのか 2C なのか、どういう商品の性質なのか、その辺はやっぱりちゃんと考えないと。一番大変なのは 2B で SARS 型とかだと簡単に値段変えられないんですよね。最初考えた中ではこれ1個1000円で売って毎月1000円もらって売ったら全然いけるみたいな感じで思ったとしても、これずっと続けていくうちにちゃんと考え直したらもういろんなコストもかかって1000円じゃ全然足りないと。これが相手が会社でずっと買ってもらってる人にすいません1000円を2000円にしたいんですけど毎月でめちゃめちゃ大変なんですよ。結局値付けで最初にこれも長期目線で考えないとやっぱスケールするときにすごく大変だったりするので、勉強代を払うことになるか、本当に大変な思いをする可能性もある。だからとにかくビジネスモデルとか対象が誰なのかとかなるべく長期で考えて、上げていくんであれば段階的に上げていくとか、そういうことも戦略も含めて結構プライシングは肝なんじゃないかなと思うんですよ。会社にネットファイナンスで借り入れた資金っていうのは蓄えてて、いろんなそのマーケティングだったりシステム開発とかに今使われてるっていう感じですかね。そうですね。それこそコロナとかそういうわけじゃなくても、会社でも何かトラブルがあった時とかにやっぱり少しは蓄えがないとあたふたしちゃいますし、一つはやっぱりとにかく月の運転資金というかの蓄えっていう形でキャッシュがあるのと、でもう一つはやっぱりうまく投資できてない部分もやっぱり今実際はあって、ただやっぱり何かあった時にスパンとそんなに考えずに投資できると余裕っていうのもやっぱあっていいことがやっぱりあるので、今後こういうところに使っていきたいみたいな想定しているものがあったりするんですかね。一つはやっぱりその人に対しての投資ですよね。やっぱり採用とかものすごく大変なので、採用もそうですし、組織作りの中で、いろんな施策を打っていくっていうところ、人間を育てて成長させるためにとかは結構先行投資が必要だったりするので、そういう一回りに関してやっぱ使っていきたいっていうことと、拠点の開設とかももっとしていきたいので、そういったところの費用ですとか、拠点も開設したからすぐ黒字になるわけではないので、それが黒字化するまでの運転資金とか、そういったものに考えて使っていきたいなと思うので、この2つですね。人関係と拠点開設関係。会社の業績とかその売上とか、あと事業内容とかにも影響するんですかね、その借入額みたいな。もちろん、はい。僕は銀行マンじゃないんでね、あまり詳しく強いて言えるのはやっぱり実績としては当然貸したことがあってちゃんと返してもらったことがあるっていうのに関しては、銀行さん側から見たら実績だとは思うので、また資金需要の話とか、業績とか、そういうのを鑑みてマイナスはないですよね。会社がどういう会社なのかとか、社長がどういう人なのかとか、事業は今どうなんだとかっていうのはもうすでに説明済んでますし、で1回貸して返した実績もあるってことでは、マイナスには別に働かないですよね。今後新たにもっと借り入れ融資を受けてもっと事業に投資していくみたいな、そこの新たなその融資みたいな考えはあったりするんですか？もちろん先ほど言ったように、やっぱ手元に少し余裕のある資金とか投資いつでもできるようにとかっていう意味では、借りる時ももちろんありますし、先ほども言ったように借金は別に悪ではないと思ってるので、そういう機会があれば全然借りようかなとも思ってますし、またちょっと事業のフェーズが変わってくると単純に借り入れ額も右肩上がりで増やせるわけではないですし、当然その金利負担っていうのも金額が大きくなれば増えますし、その辺はやっぱりちゃんとバランス取っていかなければいけないと思うので、臨機応変に数字見ながらっていう感じですかね。今後の視点とかも拡大していかれると思うんですけど、そこの最終どのぐらいまで増やしたいみたいな目標とかってあったりするんですか？もちろんやるからには日本一の引っ越し会社になりたいと思ってやってますんで、全国規模想定している拠点数でいくとあと100とかは頑張りたいなと思ってます。さらに今後もっと事業を拡大していくっていう形でそうです進めていくんですね。ありがとうございます。動画を見られている方で、もし何か興味がある方いらっしゃいましたら、採用は常にしていますので、ホームページや採用ページから応募いただけると嬉しいです。またこの YouTube チャンネルについても、登録またはいいね
なんかいただけたら大変嬉しく思いますのでよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。